はい、今日はカードを使います。まず1枚カードを選びますね。適当にこの辺で、これを覚えておいてください。カードの中にしまっちゃいます。そしてそのカードを探し出すんですけども、今日は僕じゃなくてこのコインが選んだカードを探してくれます。サインコインですね。このカードの中にコインがスーッと入っていって、今消えてる状態なんですけども、今カードの中でコインが今選んだカードを探してるんですね。しばらくすると現れます。そろそろですかね。現れました。ちなみにこちらは選んだカードじゃないですよね。そしてコイン、ちゃんとサインがしてあるコインです。そしてその下にあるのが選んだカードだったら拍手の瞬間です。どうもありがとうございます。はい、どうも、きゆうです。今回ご紹介するマジックはですね、コインカットと言いまして、コインマジックでもあり、カードマジックでもあるというジャンルになると思います。僕、このコインカットっていうのがね、めちゃくちゃ好きで、レパートリー6個ぐらいあるんですよ。他社様のね、作品4つと自分のオリジナル2つあるんですけども、今回ご紹介するのはラリー・ジェニングスさんのやってるコインカット、発表されたコインカットの僕なりのアレンジ版っていう感じですかね。アレンジっつっても大したアレンジをしておりませんね。一箇所だけちょこっといじらせていただいたって感じです。でね、今回、ご紹介するコインカットなんですけども、クラシックパームとリテンションバニッシュができなきゃ、できないので、過去にもリテンションバニッシュからクラシックパームは解説してるんで、それを切り抜いた動画を最初に挿入しますけど、リテンションバニッシュと、ごめんなさい、リテンションバニッシュとクラシックパームができるって方は、飛ばしちゃってくださいね。故に、今回の動画の順番は、まず、実践ですね。実践はもうお見せしましたけども。次に、リテンションバニッシュと、クラシックパームですね。で、次が、ちょっと特殊なカードを1枚使ってますんで、そのトリックカードの作り方を解説した後に手順になります。で、最後僕の雑談がありますが、そこもね、できれば最後まで見てってください。ちょっと雑談でもしかしたら僕すごくお得な情報を言うかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。では楽しんでいってください。はい、ではクラシックパームの解説に入りますね。クラシックパームって手のひらのですね、真ん中あたり少し親指に寄ったところですね。ここら辺に置いていただいて、コインは何でもいいです。例えば10円玉とかでもできます。ただ僕はアメリカのハーフダラーというものを使っております。日本円だと500円ぐらいが一番いいかなと思います。ではここに置いた状態で薬指と親指をこうくっつける。こういう状態ですね。そうするとクラシックパームの正しい位置にやるとですね、この状態で挟まって落ちなくなりますね。これがクラシックパームのポジションになります。自分の中で指で押さえ、最初のうちは指で押さえてくれて構わないんですが、指でぐーっと押さえておいて、ぐっと薬指と親指をくっつけて、その場所を探してみてください。やりやすい場所。人によってね、少し下の方がやりやすかったり、ちょっと上の方がやりやすかったりすると思うんですけども、基本的にはこの状態で挟まってて、正解は手が力抜いてるこんな状態ですね。こういう風にこわばっちゃう人もいるんですけど、これダメです。完全に力が抜けた状態でブラーンとできる。この状態がクラシックパームの正しい位置でパームできてるっていうことです。気をつけてください。絶対手がこわばったり、親指がこう浮いちゃったりしないように気をつけてください。こういうパームする人いますけど、親指に力入れすぎて。で、親指が完全にしまわれちゃう状態はよろしくないので、親指が軽く出る程度ですね。親指が軽く出る程度、こんな感じ。右手と左手、力抜いた時の状態が全く同じようになるように、クラシックパームのポジションを探してみてください。では、お次にですね、クラシックパームに持っていく方法ですね。大きく3つあります。まず、コインを薬指と中指の先端あたりに乗っけて、握るようにしてクラシックパームポジションに持ってくる。
こういう状態ですね。実際のスピードだとこれぐらいで入ります。この状態でフット。これでクラシックパームのポジションに持ってくる方法の一つですね。続いてですね、反対の方の手で押し付けてあげることによってクラシックパームする。これが意外と簡単なんですけども、ただ実際ね、このような状態でクラシックパームに持っていくと、お客さんの目を盗んだところじゃないとできないので、基本的にはポケットの中でクラシックパームをしてくるとかいう場合が多いので、片手でクラシックパームできるようにしておきましょう。では、3つ目ですね。もうクラシックパームのポジションに置いちゃうんですね。置いちゃった状態で、さっきのこれじゃないですけど、少し手を緩めて親指の筋肉で挟んであげる。こういう感じですね。これで挟んでこれはさっきのオープニングの中でもやりましたけど、クラシックパームのポジションにちゃんと置いてあげて、で、こっちに握ったように見せると。フェイクパスですね。こっちにないとで、こっちにあると。オープニングでやりましたけど、以上この3つですね。握るようにしてクラシックパームのポジションに入れる。反対の手の指で押し付けてあげる。これが2つ。で、3つ目はこのポジションに置いてあげて、返すようにして、クラシックパームのポジションに持ってくる。次以上この3つになりますね。で、続きまして、リテンションバニッシュですね。リテンションバニッシュってすごい基本なんですよね。ただ、リテンションバニッシュの良くないところを先に言っときますけど、コインが消えるんだったら、本当の魔法ならこうやって消えるはずなんですよね。だけど、なんでか知んないけど、右手で持ってるコインを左手に移さなきゃいけないっていうことだけが、このリテンションバニッシュのデメリットっていうか嫌なところですよね。いろんなマジシャンがね、この意味のないマジシャン都合の動きっていうんですけど、マジシャン都合の動きをしたがらないんですけど、結局これをうまく解決してるっていう技法は今まだないと思います。確かに片手で消すっていう技法はいくつかあるんですけども、これに勝るようなものは今のところギミックを使ったものぐらいしかないような気がします。いいや。行きましょう。ここにポジションに入れるんですね。で、入れた時にですね、この辺がいいんですよ。この辺。親指がこう立ち上がってくると、コインがもう立ち上がってひっくり返るような感じのポジションにポンと置きます。今人差し指と親指で軽くつまんでて、リテンション、残像バニッシュっていう意味ですから、コインが見えてる表面が大きい方がいいんですよね。こういう風にやっちゃうと、コインがここに入ったっていう残像が残らないので、コインがよく見えるようにこういう風にしないで、ちゃんと端っこの方を持ってあげて、コインの面積ですね、9割方が見えてるような感じで入れてあげると。で入れてあげた時に、握るとですね、コインがこう自然にこう立つんですね。立った時に、中指を伸ばしてしまってあげる。で、取った振りでこのまま下げてくると。で、左手は握っているから、こっちに残像が残る、リテンションするわけですね。上げる、立てる、中指で引っ込める、そのまま引いてくると。これに左手が握るという作業が、同時に行われると、こっちに入ったように見えるという技法ですね。で、このリテンションしたコインは指先の上に塗ってるんですよね。こういう状態で。こういう状態。この状態だからこそさっき解説したクラシックパームポジションに持っていく最初の方法ですね。握り込むようにしてクラシックパームのポジションに。リテンションバニッシュをして、僕の場合は一旦ここでちょんとやって、まだしないんですよね。で、ここでふっとこっちを動かすような動作の時に一瞬っていうほどではないかもしれませんけど、
こっちに行って、素早くクラシックパームをポジションして、こっちがチャララララッとマジカルジェスチャーをしてあげて、消えたとやるんですよね。で、まず僕が使ったのはちょっとトリックカードっていうかギミックカード1枚ですね。ギミックカードって言っても大した仕掛けじゃないんですけど、わかります？凹凸がこことここに2箇所ついてます。この凹凸のおかげでですね、その場所からカードを持ち上げることができるようになっております。この凹凸の作り方ですが、僕はこの鍵を用意して、ここに鍵にキーホルダーに通す穴が開いていますよね。この穴の上にカードを置いて、これ1円玉とかで、軽くこするんですよ。穴の上で。そうすると、ボコッとね、凹凸ができるんです。わかりますかね？凹凸があるの。この凹凸のおかげで、持ち上げることができるんですね。簡単ですし、皆さんもちょっと1枚作っておくと、いつまでも使えますので、便利だと思います。特にカードを当てたりね、キーカードとかの代わりになりますので、ぜひやってみてください。はい、ではやり方、手順の解説ですね。先ほど作ったボコボコがあるカードは、トランプの一番下に置いといてください。そしてカードを選ばせるんですが、選ばせ方はご自由にどうぞですね。最終的に選んだカードが、カードの束の真ん中の方であって、このボコボコのカードの真下である状態を作っていただければ、どんなやり方でも構いません。僕の通りにやっていただいても全然いいと思います。で、このコインをリテンションバニッシュするんですが、僕コインにサインを書いてもらうようにしてるんです。実はこのマジックは僕ね、演じてもう20年以上経つんですけど、最初の10年間はサインしてもらってなかったんですよ。でもね、マジック教室をやることがきっかけで、これ2枚使ってるんだって勘違いする人が多いことに気づいたんですよね。かくいう僕も最初にこのマジックを見た時に2枚使ってるって勘違いしましたからね。そうするとね、不思議さ半減するんですよ。なので2枚使ってるからね、簡単だからね。なので、絶対サインしてもらってます。お客様に誤解のないようにっていう意味でね。で、リテンションバニッシュを行います。で、カードの上でコインが消えたと説明して、僕はこのタイミングでコインはカードの中に入っていって選んだカードを探してますという風なセリフに合わせてクラシックパームにしております。最初はリテンションバニッシュの状態でフィンガーチップレストポジションに置きっぱなしにして左手でコインを消した。で、ここからセリフに合わせてこれをカードの中にコインが入って選んだカードを探しておりますと言います。で、しばらくすると現れるんですよって言って、しばらく間を置くんですね。僕の場合ですよ、1秒間くらい。そしたら、おもむろにクラシックパームしたままですね。このクラシックパームしたまま、カードを、今のボコボコのカードのところから持ち上げて、一回コインなしで説明しますけど、ボコボコのカードのところから持ち上げて、あまり高く持ち上げないで、高く持ち上げるとここにコインがないのがバレちゃうので、なるべく水平にほっと、このまま軽く、僕の場合そうですね、1センチ以下ぐらい持ち上げて、行っております。皆さんも持ち上げすぎないように気をつけてください。で、持ち上げたら、隣のところにこのまんま、ポンと置くんですが、置くときに結構な衝撃音を与えます。衝撃音を与えることによってコインをカードの上に置いた音をごまかすんですね。この音で書き消すってことですね。実際、やってみましょうか。コインが消えて、カードの中に入った。で、こうですね。こっちに置いた音と、こっちに置いた音。クラシックパームのコインをただ単純にこのまんま落っことしてるだけですから、これをだからスローモーションでやるって言っても手は透けないので困っちゃいますね。このようにずらしていって、
と置いたってことですね。それで、まあ、ここで一旦小休憩で、心配な方は、こちらのカードは選んだカードじゃないですよねって、お客さんに対して示していただければ、その時に自分が間違っているか間違ってないかの検討つくので、心配な方はこっちも見せてください。そして、このコインは間違いなく先ほどのサインコインですと。そしてこのサインコインが探したカード、つまりはこのコインの真下のこのカードが選んだカードだったら拍手ですと、まあ終わるというマジックになりますね。以上になります。このマジック、実は原案はラリー・ジェニングスさんっていう方で、ラリー・ジェニングスさんのやり方だと、ちょっとね、カードをね、まあちょっと痛めつけるようなやり方だったんですよね。で、結構握力いるし、ちょっと嫌だなと、毎回そのカードがね、ちょっと変形するので、ちょっと嫌だなと思ってた矢先、そういえばこんなカードあったなと思って、僕はこれでずっと演じております。もし違うやり方もね、本当にいくつかあるんで、もしコインカットってマジックが気に入ったよって方がいれば、グッドボタンとかコメントで教えていただけると、僕6個ぐらいコインカットって言われるジャンル、コインがカードを探し当てるっていうジャンルのマジック、レパートリーでありますので、いろいろ紹介していく準備がございます。グッドボタンとコメント次第ですけどね。では、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。